まだ飲んでない。まだ飲んでないよ。香りだけ。まだ飲んでない。まだ飲んでない。まだ飲んでない。香りだけ。香り嗅いでるだけ。まだ飲んでない。はい、ヤホーみんな息してる息してない時までです。ネスカフェしか飲んでない時までです。皆さんこんにちは。いや、年末ですね、だいぶ。いかがお過ごしでしょうか。もうホリデーシーズンが過ぎて、バカンスに入ってる人多いと思いますね。でもまあ最後まで頑張って働いている人も多いと思います。いろんな人がいると思いますけども、いかがお過ごしでしょうか。私の今年の目標は、テンチムさんとコラボすることです。もうあと今年数えるほどしかないんですけどね。だからちょっと焦ってます、今。ちょっと目標達成できないんじゃないかなって。でもね、諦めません、最後まで。はい。ヤッホーみんな息してるっていうことで、息しかしてません。やっていきます、今日も。で、皆さんどうなんですかね。年末年始は大掃除とかしますか？で、僕は大掃除をもう手放して結構経つんですよ。だからミニマリストになってからかな。もう大掃除というものを手放してます。だからもう掃除することがないんで、なんかもう常に毎回こうね、小さな掃除をしてそれで済ませてるんで、まあ、エアコンとか、なんかちょっと水回りとかはちょっとはやったりはするんですけど、そんなにもう物もないし、掃除するところもこの辺、ちっちゃな部屋ないんで、大掃除をしなくなってだいぶ経ちますね。でもね、大掃除って結構いいんですよね。やっぱり年末感出るじゃないですか。なんかこう、今年もよくやったなとか、なんか次の新年に向けて新しい気持ちになれるんで、結構悪いことばかりではないんですよね。でも僕はもう年末感がだから大掃除がないから全くないっていうか、年末感よりも週末感みたいなものがもうずっと漂ってるこの部屋には。もう常にこう終わってる感じっていうのかな。そういう感じで生きてますね。本当にね。で、今日は年末なんで、やっぱり大掃除、物を捨てるにはすごくいいタイミングだと思うんで、物を捨てるための3ステップっていう感じで、ちょっと簡単バージョンでお送りしていきたいと思います。で、多分このチャンネル見てくださってる方はみんなミニマリストの方とか、物を減らしてる方多いと思うんで、なんかそんなに、当たり前のことでもあると思うんですけど、なんか3ステップ踏むよりも、大掃除とにかくやって、出てきたものをバンバン捨てていくみたいな方法もね、有効だとは思うんですよね。やっぱり掃除をもう一斉になんか心決めてやると、不要なものっていうのがどんどん見えてくるんで、それを捨てていけば、一気に物は減らせるっていうのはあると思いますね、一つね。そういう、ある程度物を減らしてる人たちだと思うんで、なんかちょっともう少し踏み込んだ。しかし、簡単な方法、3ステップでできるような方法を話していこうかなと思います。ぜひ最後までお付き合いください。あと、今週末、ライブやります。最近YouTube のメンバーシップは始めてて、また再開して、で、メンバーの限定ライブやりますので、もしよかったらそちらもチェックしてみてください。僕自身がこれは実践してきた方法で、これを使えば、物自体もぐっと少なくなるし、生活もシンプルになりますね。ステップ1、使用頻度を確認する。はい。で、これリスト化って話はしてて、ずっと自分の持ち物をリスト化した上での話にはなるんですけど、使用頻度がどれくらい使ってるかっていうことを確認するってことです。例えば1年なら1年、1年以内に使ったかどうかで、もうそのリストにイエスかノーっていうのをつけていくんですよ。で、1年以内に使ったものにはイエス、使ってないものにはノーっていう風につけていって、で、今度、ノーっていう風なラベルをつけたものだけで相当をかけて、で、それをじーっと眺めながら、あ、これ使ってないじゃんっていうことに気づいてそれを処分するっていうことです。で、その期限をどれくらいに設定するかっていうのは、そのミニマリストレベルによって変わってくると思うんですけど、やっぱりすごくもう極めてる人たちとかね、は多分1日以内に使わないものは全部捨てるみたいな人もいると思うんですよ。究極の人たちは。で、僕は割とエクストリームのスタイルではあるんですけど、やっぱり山とかやってるんで、結構シーズナルなアイテムが割と多かったりするんですよね。冬は全く使わないけど、春から秋にかけて使うみたいなアイテムが結構多かったりするんで、自分もだいぶ期間を短くして、例えば1ヶ月以内に使ってないもので暮らそうみたいな時期もあったんですけど、今ね、だいたい6ヶ月とかに設定してますね。
なんとなくその6ヶ月っていう風な枠を決めて、じゃあ6ヶ月以内に使っていないものにはノー。で、使っているものに関してはイエスをつけていく。そうすると、もうその使ってないものがバッと出るので、それをね、眺めていけばいいんですよ。で、眺めるだけじゃダメですけどね、まずじーっと眺めてね、なんか、むちゃくちゃ脳がついてるな、ついてるっていうのじゃ全く減らないんで、眺めた後に、じゃあそれを実際に捨てていくステップに入っていくって感じです。なので最初のステップとしては、1年以内に使ってないものをまずリストアップしてみてください。はい。それではステップ2なんですけど、ステップ2はカテゴリー別で優先順位をつけるっていうことです。で、これどういうことかというと、ちょっとどこかで共有したいとは思ってるんですけど、ニュースレターとかね、そういうメンバーの方にはちょっとちょくちょくは話してるんですけど、僕はその持ち物リストを作っていて、それノートの方でも書いてるんですけど、カテゴリー分けしてるんですよ。で、それどういうカテゴリーかというと、ちょっと待ってくださいね。今実際に自分のそのカテゴリーを見てみるんで、自分が実際分けているカテゴリーっていうのは、まず衣類、クローゼング。で、ハイジーン、衛生用品系ですね。衛生用品系のアイテム。で、電化製品。エレクトロニクスっていう感じで名前つけてます。で、ハイキングです。山道具。で、その他っていうね、ミセレニアスっていう、その他っていうカテゴリーを作ってます。その5カテゴリーですね。衣類、衛生用品、家電っていうか、電化製品、ハイキング、その他。その5つにまずカテゴリー分けをしています。で、これも人によって多分いろいろ違っていて、だからそのガジェットが多い人はガジェットみたいな枠を作ったりしてもいいし、家具が好きでね、自分のその家具とかインテリアにこだわってる人は、ファニチャーとか、例えばインテリアみたいなカテゴリーを作ってもいいと思うんですよ。で、釣り好きな人はフィッシングっていうね、釣りっていうカテゴリーを作って、そこでやってもいいし、とにかくそのカテゴリーを全てにおいてつけるっていうことです。これもう本当細かいですよね。だから結構そういう作業が好きな人と好きじゃない人って分かれると思うから、そこはちょっと難しいところではあるんですけど、でもね、一回やってみる価値はありますね。だから一つ一つのものを全部そのカテゴリー分けしてみると、自分で。で、その上で、じゃあどのカテゴリーのものが多いのかっていうのを見極めていくんですよ。で、大体それを作ると自分が大切なものとか優先度が高いものっていうのが自然と見えてきます。僕自身はやっぱりハイキングアイテムが多かったりするんですよね。で、そのエレクトロニクス、つまり電子系のアイテムはそんなになかったりとか、ハイジン系、衛生用品もそんなになかったりします。だからハイキングの分量が一番多くて、で、次に服、衣類って感じですね。衣類はやっぱりどうしてもアイテム数が増えてくるんで、多くなりがちな項目ではあると思うんですけど、本当にエクストリームの人たちも結局残るのはやっぱり衣類と衛生用品だったりするんで、そこは残るとは思うんですけど、そんな感じ。で、あとはその他っていうね、ここには、例えばどういうものが入ってるかというと、財布とか、紀ノ国屋オリジナルジップウォレットとか、印鑑ですね。印鑑ちょっとまだ使う機会あるんで、シグネチャースタンプ、自分の印鑑が入ってたりとか。で、あとペンとかヨガマットとか、そういうものも、その他のカテゴリーに入れています。で、その優先順位をつけた上で、じゃあそのカテゴリーの中で考えていくっていうことです。で、ハイキングのアイテム、山系の道具が多いので、僕はやっぱりそこを、多いものこそやっぱり絞っていく必要があるんですよね。物の総量を減らすっていうのは。で、意外とそこで重複してるアイテムが出てきたりとか、例えば多用途に使えるアイテム。これは、こっちで兼ねられるなとか、例えば、フードの服を持っていたら、もうキャップを手放してもいいかなとか、そういうことを考えたりとか、例えばね。そういうことができるようになります。なので、カテゴリーごとに分けて、じゃあ自分が大切な活動とか、自分が大切なものとか、あるいはやってることのジャンルを見極めていく。で、その中でじゃあ捨てるものを考えていくっていうことが、ステップ2になりますね。はい。じゃあ、ステップ3、最後なんですけど、もう実際にその最後、ステップ3になるともう捨てていくフェーズになるんですけど、その流れの中で迷いを手放すってことが重要なポイントになります。だからステップ3は迷いを手放すってことなんですけど、物自体も手放しながら、そこでやっぱ迷うことってありますよね。これっているかないらないかなっていうこと絶対あると思うんですよ。で、それを手放すってことなんですよね。で、これがやっぱり一番難しくて、捨てるときに、
みんな迷うんですよね。これは使うかもしれないって。将来的にこれは使うかもしれないって迷うから捨てられないんですよ。これが一番難しくて、じゃあそのアイテムに対してどういうことをやるかというと、保留ボックスみたいなものを作ります。で、これよくあることです。まあ聞いたことある方いると思うんですけど、つまり迷いボックスみたいなものを作って、で、迷ってるものはそこにとりあえず置いておく。で、置いた後に、ラベルを自分で実際に書いて、今日の日付から、例えば1ヶ月後の日付を書きます。で、自分のカレンダーにも実際その日付を入れておいて、その日付に再確認っていう予定を入れます。もうその時点で。箱作った時点で。で、1ヶ月先にその保留ボックスに入っているものに自分が手をつけていなかったら、それを手放すっていうこと。そういうルールを設定するんですね。そうすると、もう迷いなく捨てることができます。結構機械的になるから、なんか本当に大切なものをそれで捨てちゃうんじゃないかっていう迷いとかがね、また出てきたりはするんですけど、それやってるともう永遠にその迷いみたいなものに取り憑かれて、全然スッキリしない状態になるんで、そこは割り切って自分の中でルール付けをする。それが例えば、本当に大切なものとか迷ってるものだったら2ヶ月とかにしてもいいんですよ。自分で期間を3ヶ月とかにしてもいいんですよ。とにかく、保留ボックスを作る。で、物理的にまずその保留ボックスを作るっていうのと、で、デジタル上でもそれをやります。同じことを。これ結構めんどくさいことだと思うんですけどね、これもね。で、先ほどそのリストを作ってるっていう前提で話をしてましたけど、そのリストにも網掛けみたいなのをして、そのね、保留アイテムを色付けしておくんですよ。で、色付けした中で、そのメモの欄に何日に捨てるっていうことを書きます。例えば保留ボックスに入れられないものってあるでしょう。折りたたみテーブルとか、机とか、ソファーを捨てるかどうか悩んでるみたいな人たち。でもソファーをそういうふうに保留ボックスに入れるわけにはいかないから、そういうふうにデジタル上で、管理もするという感じ。で、両方で合わせていく。見ていく。で、そのリストを作っていれば、リストってどこでも、クラウドにあれば見直すことができるんで、例えばその出先とか旅先とか、そういうところで自分の居場所とか環境を変えた上で、じゃあそのものが、これ本当に必要かなっていうのを何回もね、見直すんですよ。ちょっとね、気持ち悪いですけどね。ミニマリストって大体気持ち悪いから、そういうものに対して本当に真剣に向き合っていくっていうか、でもそれこそやっぱりその大切なものとかを捨てるのは本当に難しいことなんで、でもそれくらいやる価値はあるんですよね。で、実際にデジタル上でも見ながら、で、実際にその保留ボックスを確認しながら、で、実際にラベルをつけて、1ヶ月後に一切それを触ってない。これは一切使ってないってことが分かったら、もうそのまま手放すことができるんで、そういう風な感じで手放していきます。はい。そんな感じで今日は簡単でしたが、物を減らすための3ステップっていうテーマでお話をしてきました。ぜひですね、年末年始いい機会なので、迷ってるものがある方は試してみてください。はい。このチャンネルでは、ミニマリズムについて、ヨガとかハイキングとか自分の生活の気づきから何か皆さんのためになるようなことを勝手にベラベラと話しています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の放送で。バイバイ。